こんにちは、たかしです。今日はですね、ブックフォールディングについて話したいと思います。おそらくこの動画を見ていただいている方は、ブックフォールディングって何っていう方がほとんどだと思います。なので、この動画でブックフォールディングっていう名前だけでも覚えていただければいいなというふうに思っています。こんにちは、たかしです。今日はですね、ブックフォールディングについて話したいと思います。ブックフォールディングっていうのは、本のページを折って文字や形を作るアート、インテリアのことです。説明だけだと分かりづらいと思うので、お一つブックフォールディングをお見せします。それがこちらです。こちらですね、本を使って本のページを折るだけでアルファベットの A を作っています。ブックフォールディングに似てる呼び方の一つとしてブックアートっていうのがあります。確かにブックアートでもあるんですけど、僕たちとしてはブックフォールディングという言い方をしています。ブックアートの中にブックフォールディングが入ってるっていうようなイメージです。ですが、僕たちがブックフォールディングというふうに言ってる理由もしっかりあるので、これから少しお話ししたいと思います。一つはブックアートというふうに言うと、本を使った何かしらのアートということです。例えば本をすごく高くレンガみたいに積み重ねて、それの背表紙に絵を描くアーティストや、本のページを切ったり削ったりして彫刻のようなものを作るアーティストもいます。なので彼らが作ってるアート、クリエーションはブックアートというものに含まれていると私たちは思ってるんですけど、ブックフォールディングではないかなっていうふうには思っています。ではブックフォールディングは何ですかっていう話なんですけど、ブックフォールディングっていうのは本のページを折るだけで作っているアート、インテリアのことです。そう、折るだけなんですよ。ハサミとかは一切使っていなくて、本のページを折るだけで文字や形を作っています。僕たちもね、このブックフォールディングってものを、割とやってる方なんですけど、未だにですね、これ切ってないんだとか驚かれることが多くて、とっても嬉しいというか、まだまだ僕たち頑張れる余地があるなというふうに日頃思っています。ブックフォールディングは英語なんですけど、ブック、普通のブックね、本のブックにフォールディングがあんまり聞いたことないと思うんですよね。フォールディングっていうのは英語で直訳すると折るっていう意味です。何々を折るとか、紙を折るとか、あと折りたたみとかの折るね。なのでその本を折るのでブックフォールディングです。あとよく間違えられるのがホールディングです。会社の集合体の何々ホールディングってよく聞くと思うんですけど、それによく間違えられます。注意です。フォです。フォ。どんなに言ってもですね、単純に僕たちの伝える力不足なので、頑張ります。ブックフォールディングの発祥の地はどこかって聞かれるとちょっと難しいんですけど、アメリカやイギリスには僕たちみたいにクリエイターとして活動してる方や、その普通にブックフォールディングを DIY の一種として、またその一つの趣味として楽しんでる方も日本よりたくさんいます。もちろん日本でも僕たちみたいにブックフォールディングのクリエイター、ブックアートのクリエイターとして活動している方もいらっしゃいます。なので日本でもまだまだブックフォールディングってものを知らないって方がほとんどだと思うんですけど、少しずつそのブックフォールディングの楽しさとかブックフォールディングについて
知ってる人が増えてきてるのかなっていうふうに思っています。ブックフォールディングは特にですね、日本の方に非常に親和性が高いと思っています。なんでかっていうと、小さい頃にほぼ必ずですね、折り紙を使って遊んだ記憶があると思うんですよね。例えば折り鶴を作ったり、紙飛行機を作って飛ばすみたいな遊びがやってたと思うんですよ。少なからず折り紙が最強だった時期ってちょっとはあったと思うんですね。で、そこに気づいていただけると、そのブックフォールディングについても親しみやすさが増すんじゃないかなっていうふうには思っています。折り紙のようにページを折って文字や形を作っているんですけど、確かに本のページを折るってところに抵抗があるっていうのは非常にわかります。僕も共感できます。僕も割と本を読む方なんですけど、確かにね、推し作家の書籍を雑に扱ったりとか、意図的に傷つけたりするっていうのに抵抗があるのはまあ当然ですよね。ですが僕たちもですね、本を意図的に傷つけたくてブックフォールディングをやってるわけではもちろんありません。僕たちにも哲学やその意図があってブックフォールディングの良さや楽しみ方を提案してますし、まだまだ全然叶えられていないんですけど、新しい本の楽しみ方になり得るのではないかなというふうに思って、このブックフォールディングというものをやっています。そんなこんなでですね、僕たちはブックフォールディングのブランドオルフォンを展開してるんですが、次の動画ではそのオルフォンブランドについても話したいと思います。僕たちにも一応哲学や意図があってこのブックフォールディングをやっているんですが、それについてもちょっと話したいと思いますし、あとはどういう商品とかどういうサービスがあるみたいなところもちょっと話したいと思います。あとはこの始めたきっかけとか、どういう人たちでやってるのかなど、そういうところもお話しできればいいなというふうに思っています。インスタグラム、ツイッターもやっています。概要欄のリンクからチェックしてぜひフォローをお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数1000人です。少しでもこの動画気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。